私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回の話は、子供が親に対して持つ秘密が必ずしも悪いことではないという内容です。その理由は、秘密を持つことが子供の心の成長に欠かせないからです。ただし、すべての秘密が良いとは限りません。このトークでは、どのような秘密が望ましいか、そしてどのような秘密が望ましくないかについて、焦点を当ててみます。また、その理由についても考えてみたいと思います。子育てをされている親御さんの中には、子供が自分に対して秘密を持ったり、隠し事をしていることを知ると、それを注意したいと感じる方もいらっしゃるでしょう。そして、お母さんには何でも話してねと促したり、嘘はダメよと子供を諭すこともあるかもしれません。これは、子供が秘密を持つことが良くないと思っているからでしょう。このように考える背景には、子供が誤った道を進まないように、正しい方向へ導きたいという親御さんの強い願いがあるからです。子供のことを心配するのは親として自然なことですが、子供が成長し、一定の年齢に達した後は、このような接し方がいつも適切とは限りません。時には、子供が秘密にしていることや隠していることをあえて探らずに、そっとしておく方が良い場合もあるのです。では、なぜ子供が秘密を持つことが望ましいのでしょうか。その理由は、子供の成長過程において、秘密が大切な役割を果たしているからです。秘密を持つことにはいくつかの大切な意義があります。まず、子供が自分だけの内面の世界を築き、独立した個性を育てる上で、秘密はとても大切なものです。自分自身の考えや感情を持つことを学びながら、子供は自己のアイデンティティを強め、自立心を育んでいきます。さらに、秘密を持つことによって、子供はプライバシーの感覚を身につけていきます。これは他の人のプライバシーを大切にする上でも大切なことであり、自分と他人との間に健やかな境界線を引く力にもつながります。また、自分だけの秘密を持つことで、子供は自分の感情を振り返り、整理する時間を持てるようになります。これは感情的な成熟や自己調整の力を育てる上でも欠かせないことです。これらはすべて、子供が健やかに育つために必要なプロセスと言えるでしょう。とはいえ、すべての秘密が望ましいというわけではありません。子供が親に対して持つ秘密には、良いものと、そうでないものがあります。まず、良い秘密についてお話ししましょう。例えば、子供が日記をつけることがあります。その日記には、自分の感情や考えが書かれていて、親には見せたくないと思うかもしれません。これは子供にとって、感情の整理や自己表現を学ぶ良い機会になります。また、家の中や近所で、子供だけが特別だと感じる秘密基地のような場所を持つこともあります。それは親には内緒のことですが、子供の探求心や自立心を育てます。さらに、親には言わずに、友達同士で共有する小さな秘密があるかもしれません。それによって、子供は友情を深めたり、信頼を築いたりして、健やかな成長につながります。時には、友達や家族へのサプライズを考えて秘密を守ることもあるでしょう。これらの秘密は、子供の自身や自己管理の力を高めることにもつながる、望ましいものです。では、
反対に、子供が秘密にすべきでないことは何でしょうか。それは、子供自身や他の人を傷つけてしまう可能性のあることです。例えば、学校でいじめに遭っている子供が、それを親に言えないことがあります。いじめがひどくなるのではないかという不安や、相手からの仕返しを恐れて、親には言わないのです。でも、こうした状況は、放っておくわけにはいきません。子供の心身に悪い影響が出てしまうかもしれないからです。また、心に大きな悩みを抱え、辛い気持ちを抱えている子供が、それを親に話さないこともあります。親に分かってもらえないのではと感じたり、誤解されるのではと不安になっているのかもしれません。さらに、家庭の中で暴力があったり、家族の関係が良くないとき、そのことをじっと我慢して誰にも言えずにいる子供もいます。それは、家族を守りたいという気持ちや、話すことで状況がもっと悪くなるのではという不安から、自分の思いを言い出せないでいるのかもしれません。このように、不安や恐れから来る秘密や、子供自身や誰かを傷つけてしまうようなことを隠してしまうのは、やはり望ましくなく、避けるべきことです。では、子供がそうした望ましくない秘密を抱えずにいられるように、親はどう関わればよいのでしょうか。まず、子供が安心して話せるような環境を整えることが大切です。そのためには、子供が話しているときには、親がしっかり耳を傾けることが求められます。子供の話に対してすぐに批判したり、決めつけたりせず、すぐに解決しようともしないで、まずは真摯に耳を傾けてあげましょう。たとえ子供の意見に賛成できないと感じたとしても、すぐに反対せずに、そう思ったんだねと気持ちを受け止めようとする姿勢が大切です。子供が何かに傷ついたり、辛い思いをしたときには、それは大変だったねとかそんなことがあったら、悲しいよねと、気持ちに寄り添ってあげることも大事です。また、日々の生活の中で、子供と話す時間を意識して作ることも大切です。食事の時や寝る前、車で移動中などの自然な場面で、子供が自分の気持ちを話しやすい雰囲気を作っていけると良いですね。そして、無理に話させようとするのではなく、子供が話したいなと思えるタイミングを待つことも大切です。他の家族がいない時の方が話しやすいこともありますから、子供のプライバシーにも配慮するようにしましょう。さらに、子供の関心のあることや好きなことに興味を持って接することも大切です。こうしたことを意識して子供と向き合っていくことで、子供は親を信頼し、話したい時に安心して自分の気持ちを伝えられるようになると思います。今回は、子供が親に対して持つ秘密に焦点を当ててお話ししました。子供が秘密を持つことは、自立心やプライバシーの感覚を育てる大切なステップです。秘密を持つことによって、子供は自分の考えや感情を整える力を育てていきます。ですので、子供が親に秘密を持つことが、必ずしも悪いこととは言えないのです。ただし、健やかで安全な秘密に限ることが大切です。子供自身や誰かを傷つけるような秘密は避けるべきで、そうした時には、親の関わりが必要になります。子供が親に話しやすい環境を作ってあげることは、好ましくない秘密を抱え込まないためにも、とても大切なことだと思います。安心して話せる雰囲気づくり、日々の対話、評価や否定を控えて気持ちに寄り添う姿勢、そして子供の話にしっかり関心を持つことなどが、
親子の信頼関係を育てる上で欠かせません。親としてこうしたことを心がけることが、子供との温かな絆を育む上で大切なのです。望ましい秘密とそうでない秘密の違いを見極めて、良い秘密はそっと見守り、そうでないものには優しく手を差し伸べることで、子供の健やかな成長を応援していきましょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。これからも時々、心理学の学びをシェアしていきますね。応援していただけたら嬉しいです。もしこの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録をしていただけると、とても励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。